こんにちは、ブラックモーです。この動画は先日アップさせていただいたスープラの1年間にかかった維持費の動画と同様に、スープラ納車からの1年間を振り返るシリーズとなっています。今回はスープラを1年間所有することで見えてきてしまったスープラに対するオーナーの目線の不満点を10個紹介します。ちょっと10個って多いんですけれども、それを踏まえてももちろんスープラはいい車っていうことを先に申し上げておきます。それではご覧ください。1つ目の不満点は、カープレイの画面表示が全画面表示できないことですね。ご覧のように、カープレイ表示にした場合に、サブディスプレイ部分には何も表示されずに、全画面にカープレイの画面を表示することができません。でもちろんこの状態でも情報を読み取ることは可能なんですけれども、前回アップさせていただいたようなナビアプリなどを気持ちよく使うためにも、全画面表示できるようにしてほしかったですね。もともとスープラの画面って昨今のナビの需要から考えるとそこまで大きい画面ではないので、この辺りはちょっと不満点になってしまっています。2つ目は、アイドリングストップメモリー機能がないことです。私はアイドリングストップから復帰する際の振動があまり好きでないため、アイドリングストップはオフにしています。で、スープラにはアイドリングストップをオフにする機能はあるんですけれども、オフに設定したことをエンジンを切るために忘れてしまうため、エンジンをかけるたびにオフし直さなければならないことが面倒でした。で、対策アイテムを入れることで、これは解消したんですけれども、納車直後これは結構不満でしたね。3つ目は運転モードの切り替えバリエーションが少ないことです。スープラにはノーマルとスポーツの2種類しかありません。それに対して兄弟車の Z4 はエコプロ、コンフォート、スポーツ、スポーツプラスの4種類のモードがあるそうです。で、同じパワートレーンのはずなので、スープラにも同様の機能を持たせることもできるかなというふうに思うんですけれども、今スープラにはそれが、搭載されていないっていうところで、ちょっとこの辺りに、コストカットの雰囲気をちょっと感じてしまったので不満点に挙げてしまいました。4つ目は交代時の左のドアミラーの角度を調整できないことですね。で、今動画で見ていただいた通り、スープラって設定でオンにしておくと、バックに入れた時にですね、左のドアミラーが下向きに向いてくれて、白線を見やすくしてくれます。ただ、この角度っていうのが調整できなくてですね、今見ていただいている通り、かなり下向きに向いてるんですね。で、これで白線は見やすいんですけれども、スープラのその左側の状況がどうなっているかっていうのが、例えば車がどういうふうに止まってるかっていうのが見にくくてですね、それによって逆に止めにくくなるっていう場面も結構あったりとかしていて、なので自分の好みに応じて、その角度、下向きに向ける角度っていうのを調整できればよかったんですけれども、それの機能がついてないっていうのが、不満点ですね。自分の好みに応じて、使えないので、ちょっと使いづらい場面が出てきてしまっています。5つ目はですね、シートヒーターが熱すぎるっていうのと、ステアリングヒーターがついてないっていうのになります。で、スープラって今動画で見ていただいている通り、シートヒーターの段階が、3段階あります。で、今動画中は1段階だけつけてるんですけれど、これでも十分熱くてですね。冬はこれだけでも、1段階だけでも過ごせるぐらいの熱さでした。おそらくオープンカーの Z4 基準なんじゃないかなと勝手に思ってます。で、それに対してステアリングヒーターっていうのはついてないんですね。なので、シートはあちあちなんですけれども、ステアリングがすごい冷たい状態で運転するっていう風になってしまっています。シートヒーターの方は別に我慢というか、エアコン温まるまで使えばいいじゃんっていう話なんですけれども、ステアリングヒーターはついてないので、今のご時世の車だったらついていてほしかったかなっていうところが、不満点っていうか、そうですね、不満点です。6つ目はですね、エアコンの温度調整が片側で同時にできないっていう問題ですね。ちょっと今動画見てもらったらわかるかなと思うんですけれども、スープラのエアコンってデュアルゾーンのエアコンになっていて、運転席側と助手席側でそれぞれ温度を調整することができます。今こんな感じで今運転席側を温度を変えて、22度とかそこら辺の温度に変えてますと。で、そうすると、左側の温度っていうのも、好きに変えれます。片側が20度で、こちらも20度っていうところで変えれます。で、そうなんですけど、もちろん、それぞれ独立できるのはいいんですけれども、この運転席側のエアコンのスイッチに連動して、助手席側のエアコンの温度を変えるっていうのができなさそうなんですよね。これ、単純に横着なだけかなとは思うんですけれども、今、21度に設定しているのに対して、助手席側変えましたと。23度になってます。そうすると助手席側も、同じような温度にするためには自分で23度に変えなきゃいけないんですね。これが結構面倒でですね、
まあもちろんほっとってもいいですけど、それだと室内の温度調整の効率も悪いし、ちょっとなんか気持ち悪いしっていうのがあるので、いちいち自分で運転席側の温度を変えて、で、助手席側の温度も変えてっていうのをやってるんですけど、これがめんどくさいので、なんか設定かなんかでできればいいんですけど、多分できないですね。取扱説明書を見る限りは。はい。これ結構不満点ですね。7つ目はですね、ETC の本体の取り付けがちょっと取ってつけた感が大きいことですね。はい。今ここの位置に取り付けられてるんですけれども、なんか、貼ってるだけみたいな感じになっちゃってしまってるのがちょっと不満点ですね。で、兄弟車の Z4 だと、このルームミラーと一体型の ETC とかも採用されていて、シンプルにまとまっていて、外からも見えないですしっていう風になってるので、それが採用されればよかったんですけれども、この状態で、になってしまっているっていうところがちょっとあまりかっこよくないので不満点です。8つ目がですね、洗車終わった後のトランクへの水入りですね。今見てもらってるのがですね、高圧洗浄機で手洗い洗車した時の後のスープラのトランクの様子なんですけれども、こんな感じで結構水入りが発生してるんですね。もちろんトランクの中までにはシールされているので水が入ってくるってことはないんですけど、結構こんな感じでトランクの上面に水が結構入ってくるっていうのが不満点ですね。これ結構洗車もめんどくさくなっちゃうっていうのが一つと、あとこんな感じで水が入ってくるってことは埃も入りやすいってことになっていて、この部分とかも結構汚れ溜まっちゃうんですよね。青空駐車してると、そんな感じでここのところに結構汚れとかが入り込んでしまうような状態になってる。若干隙間っていうと言い過ぎですけども、空いてるっていうところが、ちょっと、そうですね、不満点ですね。ここにこんだけ水が入ってくるっていう風になってくると、後々結構時間が経ってくると、最終的には本当にトランクの中に水が入ってきてしまうんじゃないかっていうのは不満というか不安を感じているので、はい、ここは不満点になってしまっています。9つ目はですね、やっぱり点検代とかが高いっていうこと、メンテナンス代が高いっていうことが挙げられます。で、一つそういうメンテナンスが高くなってしまう理由としての例を紹介しようかなと思ってるんですけれども、今、ボンネット開けて中見てるときに、ある部品がないことにお気づきになる方おられますかね。はい。ですね、オイルレベルゲージがないんですね。今画像に出してるんですけど、黄色の、輪っかがついていて、それを引き抜くと、エンジンの中にどれぐらいオイルが入ってるかっていうのを確認できる道具なんですけど、それがついてないんですね。で、それが、一般のトヨタ車になったらついてるんですけど、スープラについてなくて、そうなってくると、どうやってオイルの中身を調べるか、オイルの量を調べるかというと、ディーラーの方に持って行っていただいて、コンピューターにつないで、そのメンテナンスのキットで、オイルがちゃんと正常な量入ってるかどうかっていうのを確認できるっていう風な感じで、かなりユーザーフレンドリーな仕様ではないですね。なので、そういう専門性が高いところ、設備を持っているところに預けないと、そういうメンテナンスができなくて、それ結果としてメンテナンスがかかってしまうっていうところで、そういったところの、なんでしょうね、ユーザーフレンドリーじゃないところっていうのが、はい、若干不満点ですね。もちろんディーラーに預けるっていうのは、車を大事にしていくだけで必要なことではあるんですけれども、そういう DIY 的なところに対してハードルが高いっていうのが一つ不満点になっています。10個目、これは上げなくてもよかったかなと思ったんですけど、やっぱり収納が少ないことですね。スポーツカーに乗ってて2ドアクーペなんで、当たり前なんで確保してるところなので、わざわざ上げなくてもよかったかなって改めて思ってるんですけれども、やっぱりなんかカタログスペックほど積めないなっていう場面がちょっとあったりとかして、これいけるんじゃないかって思った時に高さ方向で突っ張ったりっていうことがあったりとかしたので、そういう思ったよりも積めないなって思う瞬間がちょくちょくあるので、はい、不満点に最後上げさせてもらいました。いや、これはもちろん覚悟の上で買ってるので、不満点っていうほどでもないです。はい、すいません。最後まとめです。こちら、今回、GR スープラ1年間乗らせていただいて感じた不満点のまとめになっています。もちろんこれだけ細かいところを不満点として挙げさせてもらったんですけれども、スープラの基本のところの長所である走りの良さっていうものに対して特に影響を与えるものっていうのはほとんどないかなと思っているので、もちろん、なんていうんでしょうね、スポーツカーにとってみれば、重箱隅をつつくような、不満点になってしまったのは事実ですね。ただ、やっぱりオーナーとして所有してみないとわからないようなところも、あったかなと思っていますので、今後の、未来のオーナーさんであったり、もしくはあれですね、すでに所有していてこの不満点にぶち当たって、すでに解決策を持ってますよっていう方だったら、もうぜひコメント欄とかに書き込んでいただいて、対策を教えていただきたいですね。はい。今回の動画としては以上となります。この動画がいいねと思った方はグッドボタンであったり、よろしければチャンネル登録の方よろしくお願いします。今後のモチベーションにつながります。以上です。ご視聴ありがとうございました。